はい、内山浩一のザ・ゴトチャンネルです。はい。はい、今日も皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、このチャンネルではね、もう皆さんご存知だと思いますけども、霊界の方との交信、をすることによって、霊界があることの、証明になればと思ってます。そして、こういった宗教的な、ことを学び、ね、される方にとっては、すごいね、学びになるんじゃないかというふうに思ってます。はい、それで大体、この番組では、霊界から来られた方をそのままお言葉いただくという格好をとってます。こちらからお用意するってことは本当に稀なことなんですけどね。いつもそんな感じですね、レナさんね。そうですね。ですね。はい。ですからほとんどもうぶっつけ本番というところですね。ぶっつけ本番です。はい、何の打ち合わせもなく、はい、どなたか来られた、はい、それでは合唱お願いしますっていうところで始まっていくと思います。そうなんですよ。はい、いきなりですからね、いつも。ね、で、一つね、こうやって録画撮ると、もう次々に降りてこられるんですね。はい。で、今日はね、ちょっとそういった時間的な余裕がどこまであるか分かりませんけども、可能な限り撮っていきたいと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いしはい、ます。よろしくお願いします。それでは今来ておられる方、お声をね聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではエレナさん、合唱お願いします。はい、主への感謝をベースに、準備をお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今私の頭上に来ていただいている方、はい、エレナさんの方にお入りいただければと思います。お言葉をいただければと思います。よろしくお願いします。エレナさんの方にお入りいただきますようお願いします。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。恐れます。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。私の名前はスワローと言いますね。スワロー様。スワローですね。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい。以前も来られた方ですかね、スワロー様っていうこと。だと思いますね。はい、それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。私はね、上空からね、下はい。界の様子を見ているんですよ。そして、この世の中がどういった方向に向かっているのか、地上の人々は、どういう思いを持っているのかということをね、常々、見て回っているんです。それが私の仕事ですね。そしてね、特に日本を中心とした、この世界を見ているんですけれども、そうだなあ、特徴としたら、パリのエッフェル塔みたいなね、はい。ああいう何か塔が立っている。日本にも、東京タワーとか、それからスカイツリーとかね、はい。ああいう背の高いものがね、立っています。先に避雷針がついて、はい。針のようになっている。はい。しかしね、その避雷針よりもはるかに高い、富士山のね、山頂がね、どういうわけかね、このスカイツリーよりも低く見えているんですよ。そんなことがあるはずがないと思うでしょうけれど、私のところからは、富士山よりもスカイツリーの方が高いところに見えているんです。
私が見ている場所にもよりますがね。しかし、大抵の場合なら、富士山より高いものは日本にはないでしょう。はい。そう思うんだけれども、つまりそれは何を意味しているかというと、富士山のね、エネルギー、これがね、ちょっと今沈んでいるという感じがするんですね。あまり活発でない、何か静まり返っているという、そういう感じがするんですね。そしてむしろ都会にあるそういうスカイツリーや東京タワーのような、そういったところに人々の思いが集まって、パワーが集まって、熱量がここに集まってきているということが見て取れているわけです。これをただ単に三次元的なものの見方をしてしまうと、意味がよくわからなくなってしまうんだけれども、霊的な視点でこれを見ることによって、今日本の社会はどのような状況にあるのかということを多少なり理解することができるということなんです。人々の思いが強く、良い思いも悪しき思いも合わせて、この東京というところに集まってきているということが言えるかと思います。富士山とて昨今、山登りをする人々が大勢押しかけて、大変な人気になっているということでありますけれども、それは人々の興味関心から集まってきている思いであるので、何かそれ以上の強いものは感じられないといったところです。そして富士山の持つ本来の霊的なパワーというか力ですね。そういったものが貶められているのではないかと感じるほどです。人々は軽い気持ちで富士山に登り、そしてこの富士山を怪我して帰っていく。多くの人が、うーん、まあ、物珍しさに、その興味を持ってやってくるという姿は、おおよそ山の神に対して敬意を払うというような意識ではないということが感じられるわけです。今の時代はもうそのような感じになってしまっているのかと思うほどですね。人間の心というのは、廃れてゆくのも早い。そう思っています。一方で、やはり集まるところには人々の意識というのは集まっていて、都会の中には非常に熱い思いが集まっているということです。ただしこれとて崇高な思いかどうかというと、そんなことはなく、やはり人々が平均的に思う雑念というものがたくさん集まってきているということは否めない事実だと思います。しかしそのような思いが集まってくることによって、この世の中の歴史というものは移り変わってきたのであり、今までになかったものを人々が考え出し、作り出していくのも、この自然な人々の思いというものが集まって、それが現実化してきているのだと
言えるわけです。それは良くも悪くも現実化するものなのだということを覚えておいていただきたいと思います。つまり、自分たちが一人一人が意識しなくとも、多くの人々が描いているその想念、思い、ビジョン、こういったものによって世の中は形成されていくということです。文化も変わってきます。言葉の文化、文字の文化、音楽の文化など、様々なところで変遷が起こっていくわけです。つながっていくわけです。そうやって自然と長い時の流れの中で世の中が変化を起こしていく。これは止めることのできない動きなのです。良き方向にばかり常に流れるとは限りません。悪しき方向にも流れていきます。その流れは一旦起きると、ある程度のエネルギーがそこに移るまで、一定の法則性を持って、その方向に流れていきます。これがまた飽和状態になった時に、今度はまた逆の方向へと流れていく。それの繰り返しであります。これが世の中が常に動いている力、宇宙が常に動いていく力の源泉であるということですね。そういった原理で動いているので、富士山がパワーが落ちて背が低く見えたとしても、今はその時であるということです。いずれまたこれが盛り上がってくる時がやってくるので、その変化の時に合わせて様々なことが起きます。事件になる場合もある。天変地異になる場合もある。事故になる場合もある。どちらかというと、めでたいことよりも不幸なことの方が多いかもしれない。そのように感じています。今はそういう時です。うん、この富士山に、大きな変化が起きるという時ですね。はい。そして、この文明も変わっていくと。そうですね。ですね。その流れにもう入ったということですね。入ったと思います。はい。このきっかけ、ちょっと前出ますかね、今年の頭頃に、富士山の方で少し、地表からガスが出て、何人かの方が亡くなられたかと思いますけども、それがその富士山の本格的な動きの始まりというふうに思ってよろしいでしょうか。そうですね。人間の目に見える変化を感じられる現象としたら、はい。そういうことだと思います。今もそのガスは出続けてるんでしょうか。出ています。うん、出ていますが、その量は少し減っていると思います。なるほど。ということは、無風で、何か空気が滞りをしたときが危ないというところですね。はい、溜まりますからね。溜まりますからね。まあ、人が多く流れていって空気が動いてるんだろうと思いますけども、はい。まあ、その中で、体の調子が悪くなる方も、まあ、出てるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。今年中にそれは起きるんでしょうか。まあ、この質問についてはいつもはい。特定できないでいるので、はい。非常に苦慮するところではあります。そうですね。はい。しかし私の見立てによると、今年中ではないように思いますが、うん。しかし、来年うん。には起きるのではないかと思っています。
来年、再来年あたりですね。来年ですね。はい、幅がありますから、はい。ピンポイントでこの日というのはなかなか難しいそうですね。と思います。わかりました。それと同時に、今もう一つ大きな流れとしては、ロシアを中心とした第三次世界大戦でもう始まっているんでしょうけども、核の使用というところは非常に危惧されます。ヨーロッパも参戦するような形になってますけども、これはどのようにそちらの方から見えているんでしょうか。そうですね。もうなるものはなると言わざるを得ないのですが、これとて、人々の思いがそうしているわけです。そしてこの戦争を起こしたい人々がいる。はい。彼らは戦争を起こすことを望んでいるし、そのためにこそいろいろなことをやってきたわけです。そこに対して正義感でもって、反論したところで彼らには頭からそれを受け入れようという準備はないわけであります。はい。戦争を起こすことを望んでいる者たち、それによって個人的な利益を増大させようという目論みがあるので、これを起こさなくてはならないわけです。ですから、阻止するのは難しいと言ってもいいでしょう。また、多くの人々が犠牲となって死んでいく姿を見ることに快感を覚えているような人々、気が狂ったような連中のことですが、そういう者たちもいる。また、子供たちなど、行方不明になった者たち、人身売買に関わるような者たち、彼らも同じような悪しきことを行っているにもかかわらず、それを積極的になしている。喜んでやっているわけです。なぜか。それは、やはり彼らの個人的なその資産を増やす方向に動いている。そのために、金のために動いているんです。それが平気な種族です。なので、そこには法律も正義感も道徳も通用しません。宗教とて彼らは相手にしないでしょう。いくら正しさを訴えても、それを受け入れるような人々ではないということです。ではどうするか。そんなものはすべて破壊するしかないんです。だからこそ天変地異は起きようとしている。地球が自らの力で自らを守ろうとしているわけです。人間がそのことに気づいて、それらを何とかしようとして、多くの努力を払っている人々は数たくさんいます。それがいつか実を結んで、この世からそういった存在がいなくなる日も、やがてはやってくるでしょう。しかし、ここ1年や2年でそれが全てなくなるとは言い難い。言い難いのです。一時的にそういった者たちの数が減ったとしても、その後にまた勢力を拡大してくるということは十分にあるわけです。ですからこちら側も正しきことを考え、発想し、行動に起こす人々が増えなければなりません。そういうことを
声を上げて戦っていこうとする人々が増えれば増えるほど力は強くなりますから、やはり広めていかねばならないということです。世の中を動かしている有力者たちに正しき思いを持ってもらう以外にないのです。うんなので、小さな出来事で争っている場合ではありません。それをさておいても、大きな目的のために互いが力を合わせることができるかどうか、ここを問われていると思ってください。はい。まあ、以上です。はい。ありがとうございます。相手はレフタリアンですね。徹底的に戦っていきたいと思っています。天上会の方はこれを一掃するっていう形を考えておられるんでしょうか。最終的にはその手段しかないと思っています。ないということですね。で、それ私たちが動きやすいように、天変地異も動くということでよろしいんでしょうかね。そういう捉え方もあるでしょう。それによってあなた方のはい。なすことがやりやすくなるのであれば、はい。結果でそういうことになるでしょう。そうですね。はい。はい。頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。はい、エレナさん。はい。なかなかね、これから大変なことが起きるけど、しかし私たちが団結して頑張らなくちゃいけないということですね。そうですね。本当にね、相手はレプタリアなんですよ。今言われたように、本当にね、もう人間の皮をかぶってるだけです。中身はね、とんでもないです。そうですね。で、人間の体の中に入り込んでますんでね、表面意識はね、わからない方もいるんですよ。表面意識ではね、とっても人のいいようなところが見せられるところもありますけども、心の奥の方では、すごいね、なんて言いますか、どす黒いというか、冷酷な考え方を持っておられて、そしてその表面、地上にいるものを操っているっていう形になりますんでね。はい。ここは、なんて言いますかね、仏心を出さずにバシッと切っていくしかないと思ってますね。そう。善悪を見極めて。はい。はい。ですね。相手はまるっきり関係ないですから、人間と思ってないですから、もう本当に餌としか思ってないし、道具としか思ってませんのでね。どんなに正しいこと言ってもざれ言としか思ってませんからね。話が通じません。通じませんね。はい。だから気がついた方がね、どんどん、自分がもし、なんか、話せるとこがあれば、話していってほしいと思うんですね。もし向こうから反論がですね、またはその弾圧が来たら、はっきりと言っていただきたいんですね。そして弾圧する側に対して、それでも人間ですかと、それでも、ちゃんとね、正しさを選んでおられるんですかってことはね、言っていただければと思います。なぜそういうかというとですね、操られている方おられるんですよね。はい。洗脳されて、はい。本当は、本当に心が優しい人なんだけど、操られていってしまって、自分が、心の中では違うのじゃないかなと思いながら、上からの指示だからと言って動いている方たち結構多いですから、はい。それに対してやはりしっかりとね、目を覚まさせてやらなくちゃいけませんね。そうですね。ですね。はい。それを言わないと、本当に人類全体が、本当に、非常に厳しいことになるかと思います。はい。これを聞いている皆さんが人類を救うキーマンです。はい。忘れないでいただきたいと思います。私も一緒に頑張ります。皆さんも一緒にこの地球を救っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。じゃあ終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。
なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。